線クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はフランス・パリで活躍したポーランドの作曲家フレデリック・ショパンをご紹介します。今流れているショパンの代表作ノクターン第2番も本当に美しいピアノ曲ですよね。ショパンはピアノ曲の作曲にこだわり多数の傑作を残したためピアノの詩人と呼ばれています。数々の大作曲家の中でもショパンは特に天才と呼ばれる音楽家ですが、その人生は時代に翻弄され病に苦しんだ壮絶なものでした。この動画ではショパンの人生の流れをベースに知っておきたいショパンの代表作をたっぷりご紹介します。この動画をご覧いただいた後、あなたはきっとショパンの曲をもっと聴きたくなっていると思います。ぜひ最後までご覧ください。ショパンは1810年、フランス人の父とポーランド人の母のもとに生まれました。ショパンの父ミコワイはフランスの庶民の家に生まれましたが、当時では珍しく読み書きのできる少年でした。その才能はフランスに赴任していたポーランドの役人の目にも留まります。そしてその役人の帰国とともに連れられ、ポーランドに移り住みました。その後ミコワイは家庭教師先の屋敷で働いていたポーランドの貴族ユスティナと出会い結婚します。結婚の翌年には長女が生まれ、その後長男、次女、三女と子宝に恵まれました。この2番目に生まれた唯一の男の子がフレデリック・ショパンです。ショパンたち兄弟は音楽に囲まれて生活をしていました。母はピアノと歌が得意で、ポーランド民謡を子守歌に歌ってくれました。そして父もフルートやバイオリンの演奏が大好きだったんです。そんな環境で育ったショパンがピアノに興味を持ったのは自然なことでした。4歳の頃から母や姉に習ってピアノを弾くようになります。6歳ではすでに即興演奏でも才能が現れ、音楽教師のボイチェフ・ジブニーにピアノを習い始めます。ショパンは幼くしてすでに優れた演奏技術を持っていました。そのためジブニーはショパンに具体的な演奏の方法ではなく、バッハやモーツァルト、ハイドンの音楽の構造や解釈を教えました。ショパンは幼い頃からその豊かな才能を発揮します。7歳でポロネーズを作曲し、批評雑誌では真の天才と絶賛されました。また当時ヨーロッパの列強に支配されていたポーランド・ワルシャワの人々は自国の芸術や文化に対しての大きな情熱を持っていました。ショパンは8歳にしてワルシャワの貴族たちのサロンに呼ばれるようになり、その才能は当時ポーランドを事実上治めていたロシア皇帝の弟コンスタンチン・パブロビチにも知られるところとなりました。コンスタンチンは毎週日曜日にショパンを馬車で迎えに行かせるほど彼の才能に惚れ込みます。12歳になったショパンはさらに音楽の学びを深めます。父の友人でもあり、ワルシャワ高等音楽学校の校長ユゼフ・エルスネルから作曲を教わり、同じくワルシャワ高等音楽学校でピアノを教えていたヴィルヘルム・ビュルフェルからはオルガンを教わります。教わるといっても少し助言をされたり理論書を渡されたりする程度で、この2人もジブニーと同じく幼いショパンの類まれな独創性を最大限尊重していたそうです。幼いショパンにはジブニーやエルスネル、ビュルフェルのような理解者や協力者がたくさんいました。当時ショパンの父はワルシャワ高等学校のフランス語教師でした。ショパン一家はワルシャワ大学やワルシャワ高等学校の入っている宮殿の一角に住んでいました。ショパンの父は学生を寄宿生として受け入れていましたし、父の教授仲間や大学の学生もショパン一家に頻繁に出入りしていたそうです。ショパンの父はショパンの高等学校の入学を遅らせ、学問の基礎を自分や学生たちから学ばせました。これはショパンにとっては学校に通わない分、音楽にかける時間を増やすことにもつながったのです。またショパンは友人にも恵まれました。
寄宿生として入ってきたティトゥス・ボイチェホフスキはショパンにとって特別な存在でした。控えめなショパンに対し、ティトゥスはリーダーシップのあるしっかり者でした。ティトゥスはショパンより2歳年上でしたが、2人は共にジブニーに音楽を学び親しくなります。幼いショパンの才能が開花していたのは、彼を取り巻くこうした人々や環境のおかげだったとも言えます。13歳になったショパンはワルシャワ高等学校に入学します。家庭での教育のおかげでどの学問も全て優秀な成績だったようです。そしてショパンが15歳の時、コンスタンチンの兄でロシア皇帝のアレクサンドルの前でもエオロメロディコンという鍵盤楽器を演奏する機会がありました。ショパンの演奏に感動したアレクサンドル皇帝はショパンにダイヤモンドの指輪を贈ったそうです。この頃からショパンは本格的に音楽家の道を歩むことになります。ショパンは16歳の年にワルシャワ高等学校を辞め、その後エルスネルが校長を務めるワルシャワ高等音楽学校に入学します。ショパンはエルスネルから大尉法と作曲のレッスンを受け、目覚ましい成長を遂げます。ワルシャワ音楽学校の中でもショパンの才能は段違いだったそうです。マズルカやポロネーズ、ワルツやロンドなど様々な種類のピアノ曲を次々に作曲します。ショパンの実力はポーランド国内で収まるものではないということはすでに明白でした。1829年19歳の夏、ショパンはワルシャワ音楽学校を首席で卒業し、音楽学校の仲間たちと音楽の都ウィーンに卒業旅行に行きました。ショパンはウィーンでかつてのオルガンの師ビュルフェルに再会します。そして卒業旅行中にビュルフェルと共にウィーンのケルントナートア劇場で演奏会を開くことになりました。2回行った演奏会はどちらも大成功でした。ショパンは家族への手紙にこう書いています。変奏曲が終わるごとに聴衆が熱狂するので、オーケストラのトゥッティが聞こえないほどでした。こういった種類の音楽を聴いたことのない聴衆には衝撃的な感動だったようです。ショパンがワルシャワに戻った頃にはウィーンでの成功がワルシャワでも大々的に報じられていました。ショパンは帰国後すぐに作曲に取り掛かります。それが今流れているこのピアノ協奏曲第2番です。そして翌年1830年、20歳になってすぐワルシャワ国立劇場で演奏会を開催します。ショパンの曲と演奏はワルシャワでも高い評価を獲得しました。ショパンはこの曲の作曲中、親友のティトゥスにこんな手紙を出しました。僕は理想の人を見つけてしまった。彼女を思いながら協奏曲のアダージョを書いた。この彼女というのは、ショパンが19歳の春にワルシャワ音楽学校で出会ったコンスタンツィア・グワトコフスカです。コンスタンツィアは声楽科を首席で卒業したソプラノ歌手でした。ショパンは在学中からコンスタンツィアに思いを寄せていましたが、卒業後もその思いは募っていました。コンスタンツィアと思いがけず目が合っただけで、狂気のあまり走り出し、放心状態になるほどでした。先ほどのティトゥスへの手紙にはこう続けられています。今朝はさらに小さなワルツも書いてみた。それがこちらのワルツ第13番、編二長調です。しかしショパンはコンスタンツィアのいるワルシャワを離れることを決意していました。音楽家としてさらなる成長を求め、ティトゥスと共にウィーンに向かうことにしたのです。1830年の10月には祖国ポーランドに別れを告げる演奏会を行いました。この演奏会ではショパンが熱望していたコンスタンツィアの出演も実現しました。
幸せに包まれた演奏会の曲目にはこちらの名作も入っていました。ピアノ協奏曲第1番保単調です。コンスタンツィアは別れの際にこんな詩をショパンに送っています。最高の栄誉を手にするためにあなたは大切な友と愛する家族と別れる。外国での評価はさらに高く、多くの尊敬を得ることになりましょう。でも私たちほど心からあなたを愛する人はいない。こうして1830年11月にショパンはワルシャワを離れウィーンに到着します。しかしウィーンでの生活は思ったようにうまくはいきませんでした。前回のウィーン旅行の際に懇意にしてくれた人々がウィーンを離れてしまっていたり、重要なポストを辞任していたり、体調を崩していたりと、ショパンを力添えできる状況ではなかったのです。それに加え12月にはショパンにとんでもないニュースが飛び込んできます。故郷ワルシャワで武装蜂起が起こったというニュースです。当時のポーランド・ワルシャワはロシアの支配下に置かれていました。この年にフランスで起こった7月革命の影響を受け、ポーランドでは独立の機運が高まっていました。そしてくしくもショパンがワルシャワを離れた11月に武装蜂起が起こったのです。ティトゥスはすぐにポーランドに帰国し、戦うことにしました。しかし体が丈夫ではなかったショパンは父からの説得もあり、ウィーンに一人残ることにしたのです。ショパンはワルシャワを離れてしまったことを強く後悔し、意気消沈したり苛立ったりと精神が不安定になっていました。また頼りにしていたティトゥスと離れ、一人でウィーンにいることで強い孤独も感じていたようです。一方ウィーンの人々は自国に飛び火する恐れのあるポーランドのワルシャワ蜂起をよく思ってはいませんでした。そしてポーランド出身のショパンにも冷ややかな目を向けることになったのです。ウィーンで音楽家の道を歩もうとしていた矢先の出来事にショパンは絶望します。そして1831年7月、ショパンはウィーンを離れパリを経由してロンドンに向かうことにしました。道中でショパンはワルシャワ蜂起が失敗し、ロシア軍によってワルシャワが陥落したというニュースを知ります。祖国にいる愛する人々の安否もわからず、それでも帰国することすらできない自分にショパンは苦しみます。今流れているエチュード第12番革命はこの頃に書かれたと言われています。激しく打ちつけるようなリズムとうねり、叫びにも似た切ない旋律はショパンの胸中を映し出しているようです。1831年9月に21歳のショパンは音楽の中心地パリに到着しました。パリにはワルシャワを離れたポーランド人もたくさんいました。その中にはショパンの知り合いもいたため、ショパンは久々に穏やかな気持ちを持てました。ショパンのパリでの暮らしはすぐにうまくいきました。それはショパンがパリに到着するまでにいくつかの紹介状を手にしていたからです。その中にはパリ音楽界の重鎮フェルディナンド・パエルへの紹介状もありました。パエルが政府に掛け合ってくれたおかげでショパンはロンドンに行くのを中止し、慣れ親しんだ人々の多いパリに滞在できることになったのです。そしてパエルはショパンとある人物を引き合わせます。それはパエルの弟子だったパリで絶大な人気を誇るビルトゥオーソフランツ・リストでした。内向的で繊細なショパンと大胆で華やかなリストは対照的でしたが、互いの芸術性を理解しすぐに打ち解けました。リストはショパンについてこう称賛しています。私には備わっていない貴族的な雰囲気に包まれていて、まるで生まれながらの王子のようだ。リストだけではなく、
天才音楽家フェリックス・メンデルスゾーンやチェリストのオーギュスト・フランコムなど、ショパンは当時のパリ音楽界の中心人物たちに歓迎され、音楽家仲間と親交を深めました。今流れている別れの曲や先ほどの革命のエチュードを含めた12曲のエチュード集はショパンがリストに検定をしています。ショパンは幼い頃から自分の能力を過大評価することはありませんでした。ヨーロッパ一の音楽都市パリの音楽界のレベルの高さを感じたショパンは、自分がこの世界で生き残っていくための方法を慎重に考えていました。特にショパンがパリに来た頃、パリではコレラが蔓延していて、多くの人が人混みを避けたのでコンサートが成功しにくい時期でした。ショパンはパリのサロンで演奏し、そこで出会った貴族の女性や子供たちにピアノのレッスンをすることで生計を立てることにしました。今流れている華麗なる大演舞曲は、ショパンが初めて世間に発表したワルツ作品で、教え子の一人に検定されています。1832年、22歳の誕生日を前に、ショパンは念願かなってパリでのデビューコンサートを実現させます。待ちに待ったコンサートでしたが、コレラの流行に加え、チケットが高額だったこともあり、ホールには3分の1程度しか聴衆が集まりませんでした。コンサートは不発だったものの、ショパンの名声は貴族たちの間でますます高まっていきます。特に大富豪ロスチャイルド家のサロンに招かれたことは幸運でした。男爵夫人ベッティ・ロスチャイルドがショパンの演奏に見入られ、弟子入りを願ったのです。その噂はパリの社交界にすぐに広まり、多くの貴婦人たちがショパンに教えを請いました。ショパンは音楽的な才能がないと教えない主義で、あまりたくさんの生徒は持っていなかったようです。しかしその一人一人との絆は強く、貴族たちから強力に支持され、家族のように慕われていました。こうしてショパンはパリでの音楽活動の地盤を固めていったのです。そして1835年、ショパン25歳の夏に嬉しい出来事がありました。5年ぶりに両親に再会できたのです。ロシアの監視が届きにくいチェコのカルロビーバリで落ち合うことになりました。3週間ほどの滞在は本当に幸せな時間でした。両親と離れがたかったショパンは200キロ離れた当時のポーランドの国境近くまで両親を見送ることにします。その道中、ドイツのドレスデンでショパンはフェリクス・ボジンスキを訪ねました。フェリクス・ボジンスキはショパンの父の昔の寄宿生で、ショパンの良き友人の一人でもありました。ショパンはフェリクスの妹マリアにピアノを教えたこともあり、家族ぐるみの中でした。そのマリアと久々に再会したショパンは驚きを隠せませんでした。16歳になったマリアは明るく美しく知性のある魅力的な女性に成長していたのです。ピアノの腕前も素晴らしく、歌も上手なマリアにショパンはすぐに心を奪われました。この時マリアとの別れを惜しんだショパンが彼女に捧げたのがこのワルツ第9番、別れのワルツです。さて、幸せな時間を過ごして帰路に着いたショパンでしたが、道中で一度体調を崩して寝込んでしまいます。パリに着いてからも血を吐き、高熱を出してうなされていました。
パリではショパンが姿を見せないので、ショパンは亡くなったという噂も流れます。騒ぎはあまりに大きく、収集するためにショパンは生きていると記事が出るほどでした。ショパンはその後健康を取り戻し、1836年の夏、26歳のショパンはマリアに会いに行き、プロポーズをします。マリアとは再会後に何度も手紙のやり取りをして、二人は愛を深めていました。マリアは喜んでショパンのプロポーズを受け入れます。しかしマリアの母は婚約にあまり前向きではありませんでした。1年前のショパンの噂を知っていたため、健康状態を心配していたのです。娘の将来を案じたマリアの母は、婚約は公にせず、健康状態が良くなるまで結婚は待つようにと強く言いつけました。ショパンがパリに戻ってからも、マリアの母は就寝時間や生活習慣に関する命令を手紙で送り続けました。時にはその命令に背いているのではと嫌疑もかけました。そして翌1837年の2月にショパンは不幸にもインフルエンザにかかってしまいます。しかも不運が重なり、そのことをパリにいたマリアの兄アントニが知ってしまい、マリアの母にも知らせてしまったのです。これが決定打となり、1837年の夏、婚約は解消されてしまいました。この頃に書かれた曲がこのエチュード第23番木枯らしです。ショパンは失意のどん底でした。休暇を取り旅行に行き、少しずつ回復してきたものの、心の傷は完全には癒えませんでした。そんなショパンを熱心に口説いていた女性がいました。6歳年上の人気作家で男爵夫人のジョルジュ・サンドです。ショパンとサンドが出会ったのは、ショパンがまだマリアと婚約していた1836年でした。リストの滞在していた屋敷で初めてショパンの演奏を聴いたサンドは、感動のあまり口数が少なくなってしまったそうです。サンドはこの時代の女性には珍しく、経済的にも精神的にも自立した人物でした。古い慣習にとらわれず、男性の名前であるジョルジュ・サンドというペンネームで活動し、時に男性の服も着こなし、愛する人に臆せずアプローチする情熱的な女性でした。サンドはショパンを何度も熱心に誘いますが、ショパンの方はサンドに女性的な魅力を感じておらず、マリアの存在もあって断り続けていました。しかしマリアとの婚約解消で心身を病んでいたショパンをサンドは癒してくれました。強く凛々しいだけではなく、母のような温かさを持つサンドにショパンは徐々に惹かれていきます。1838年、ショパンが28歳の夏には、2人は親しい間柄になっていました。その年の冬、ショパンの健康のために、2人は暖かい気候のスペインのマヨルカ島へ向かいました。サンドの子供2人も連れ立っていきました。しかしマヨルカ島は治安が悪く、作曲のために頼んでおいたピアノも届かず、さらには雨季の天候不順にも遭い、ショパンの体調は悪化してしまいます。ショパンは青白い顔で頻繁に咳き込み、吐血を繰り返していました。その症状は肺結核そのものでした。当時結核は不治の病と言われていたこともあり、ショパンたちは住民から白い目で見られ、苦痛の日々を過ごしました。1839年、ショパンたちはノアンにあるサンドの別荘に移り住みます。ノアンではサンドを信頼する使用人たちのおかげで、ショパンはとても居心地よく過ごしました。
これまで繊細で病弱なショパンに代わり、慣れない土地でのトラブルに対応し、奔走し続けていたサンドもようやく安心できたようです。しかし田舎のノアンに退屈したショパンはパリに戻ることにします。サンドはパリでもショパンと一緒に暮らすつもりでしたが、ショパンは一人暮らしをすることに決めました。子供連れのサンドと夜の社交場で働く自分の生活リズムを考えてのことでした。1839年の秋、再びパリに戻ったショパンは貴族たちから大歓迎を受けました。1841年、31歳のショパンはパリで大きな演奏会を開きます。演奏会は大成功を収めました。この年からショパンとサンドは夏はノアン、冬はパリという生活をスタートします。ショパンは精力的に作品を作り続けます。しかしショパンとサンドの関係は少しずつ歪み始めていました。はじめは小さな掛け違いでした。サンドの息子モーリスがショパンと対立。逆に娘のソランジュがサンドよりもショパンに懐いたことで、サンドとショパンの間には少しずつ溝が生まれていきました。またサンドの交友関係にショパンが嫉妬したり、サンドがショパンとの関係の悪化を思わせる小説を発表したりと、徐々にその溝は深まっていきました。そして決定的な出来事が起こります。1847年、ショパンが37歳の時でした。この年、ショパンはインフルエンザにかかったり、喘息が悪化したりと体調を崩していました。サンドはショパンをパリに残し、ノアンに向かいました。その間にショパンが可愛がっていたサンドの娘ソランジュの結婚が決まったのです。相手はクレサンジェという彫刻家でした。クレサンジェは借金癖があり暴力的だという悪い噂が絶えない人物でした。しかしすでに2人の関係は噂が立っていて、サンドもしぶしぶ結婚を了承するしかなくなってしまいます。そして心配した通り、クレサンジェは結婚後1ヶ月で多額の借金を作り、サンドのいるノアンの別荘まで金の無心押しに押しかけます。そして暴力を振るうクレサンジェに対してサンドの長男モーリスが銃を持ち出すまでの騒ぎになりました。結果クレサンジェとソランジュはサンドに屋敷から追い出されてしまいました。ソランジュはその時パリにいたショパンに泣きつきます。事件を詳しく知らないショパンはソランジュ側の一方的な言い分だけを聞き、サンドを非難します。娘を見捨てる冷たい行動が理解できない。そもそもクレサンジェのような男との結婚を許したのだから母親としての義務を果たすべきだと手紙で伝えました。サンドはこの手紙を読んでショパンとの別れを決意します。1847年、ショパンが37歳の時に2人は別れることになります。この頃に作曲されたのが今流れているワルツ第7番エーハ短調です。サンドと別れた翌年の1848年、ショパンは弟子の誘いでイギリス・ロンドンに移ります。イギリス国内では演奏旅行も行い、レッスンも始めましたが、パリの社交界とは勝手が違い、ショパンは大きなストレスを感じていたようです。体調不良も重なり、その年の冬にはまたパリに戻ることにしました。パリに戻ってもショパンの体調はあまり回復しませんでした。しかし診察代を稼ぐためにもレッスンは続けざるを得ませんでした。ショパンの体調は悪化し続け、大量の滑血が続きます。ついには起き上がることも難しくなってしまいました。それでもショパンは最後まで作曲をしようともがいていたようです。取り掛かっていたのは愛する祖国ポーランドの舞踊の音楽マズルカの作曲でした。
しかしショパンの体はショパンをピアノの前に座らせることも作曲のペン一本を握らせることも許しませんでした。そして1849年10月、ショパンは39歳という若さで結核性胸膜炎によりその短い生涯に幕を下ろしました。ショパンが愛する祖国に帰ることができたのはショパンが亡くなってからでした。遺体はパリの墓地に埋葬されましたが、ショパンが心は我が祖国にと願った通り、その心臓だけはワルシャワの教会の柱の中で今も静かに眠っています。ここまでショパンの人生と名曲を紹介してきましたがいかがでしたか？今日の動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンで教えてください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーにこうした有名な作曲家の紹介やクラシック音楽の歴史の解説、オーケストラ楽団や演奏家の紹介などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー。